私たちは今浜松市に来ております。浜松市は静岡県西部に位置する政令指定都市です。東京から車で4時間、新幹線で1時間半で訪れることができます。うなぎや浜名湖、ヤマハや河合など音楽メーカーが集まることから音楽の街としても有名なのはもちろん、徳川家康公ゆかりの地として出世の街としても有名です。今回は魅力たっぷりの浜松の主要名所、半日観光の様子をお届けします。それでは最後までお楽しみください。一番乗り、いっぱいいるよ。めっちゃいる。そうでもないな。張り切って早く来すぎたな。じゃあ整理券もゲットできたので、次は中田島砂丘に行きます。砂丘前の公園も遊びがいがあるね。今浜松の砂丘に向かってます。いいね、今日は天気も良くてすごく。どんぐらいの砂丘の大きさなの？鳥取砂丘とかと比べたらどんぐらい？それよりもわからない。そこよりか大きくないか、さすがに。砂丘に到着しました。中田島でも。そう、中田島砂丘、中田島砂丘だ。中田島砂丘か。地図があるね。ちょっと見てみるか。ね、大きいね。そう、中田島砂丘は日本の三大砂丘。おお。鳥取砂丘とここと、あと1個は？ごめん、わかんない。はい。こんな感じなんだね。海水浴場も一緒にあって、すごい灯台とかもあるんだ。わあ、ちょっとじゃあ向かいます。すごい。砂は砂丘じゃなくて、こんな感じなんだ。でかいね、結構。すごいよ。ぼくちゃん。ぼくちゃん。ほら。すごいすごいすごい。すごいね、こんなでかい砂場で遊べるなんていいね、子供にとっても。わあ、すごい。ラクダとかいないのかな、ここには。もういないみたいだよ。坊ちゃんはこんな手前の砂場でもっとでかいのあるよ、向こう側に。この施設は大砂垣と言います。なんかついてる。風によって飛ばされた砂が大砂垣に当たると砂の力が衰え、砂が大砂垣の下に積もります。砂が増えると大砂垣をその上に追加し、先を高くしていきます。このように大砂垣は飛砂を抑制し、砂丘が痩せることを防ぐ大切な施設です。そういう工夫が凝らされている。ぴょこぴょこしてるね。ぴょこ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 。すごいね、絶景じゃない？あっち、ロボの向こうまで海が見えるよ。あっちまで行くとなかなか時間かかりそうだね。ね、砂好きにはたまらないね。鳥取砂丘ってでもこんな緑はないでしょ？緑はないけど、こんな山になってる。山になっててラクダとかいるよね。確かにもっと広いけど、砂丘の先に海があるのですが、夫が海を見たいと言って向こうに行こうと言っています。結構砂に足が取られ、歩くのが大変です。私は浜松住んでた時、この中田島砂丘何回も来たことあるんですけど、この砂の山を登って海の向こうにたどり着いたことはありません。今回初めての登頂になります。すごい？そう、登ってよかった？絶景？私今まで見たことなかったんだけど。イエーイ。そう？すごい！やば！めちゃくちゃ綺麗じゃん、海。これは絶対見るべきだね、この海。
すごい。でも向こうまで行ったらもう戻れないな。いやすごい。海すごいね。よかったね、登って。よかった。抱きかかえて頑張ってましたけど。じゃあ砂場だから登りたがるかと思ったけど、あんまりできたらあっちとか言って。やっぱ砂に足が取られるのは嫌なんだね。わー、海からの砂丘。アクトシティも見えるよ、砂丘の後ろは。すごいねー。いや、ここマジですごい。砂丘の後ろにはアクトシティが見えます。すごい。高いからよく見える。はいはい。おー、すごい。下りは歩くんだね。砂場初めてだね。ね。ああ、いいいい。砂丘めちゃめちゃ。うん。晴れてよかったね。これ雨だったら悲惨だったね。雨だったらまあ来ないな、さすがに。これいいな、ここめちゃくちゃ。うん。発散できるよね。ね。本当だね。どうだった砂丘は。砂丘登ってみたらすごい良かったね。ね、やっぱ海がね見えやったぱもんね。登らないとダメなんだ。こっちちょっとあれだもんね、緑もあるけど、あっちは本当砂丘。うんうん、素晴らしいとこだったね。あ、うん。疲れた。な。腹減ったね。この次は爽やかに行きます。よし。一番の整理券もらったからな。回収。うわあ、人気ナンバーワンなんだ。本当だね。すごいね。色合いが全然違うね、本当。ね、すげえ。この砂の模様も時間とか見たらこういう風に見えるのかな。あ、本当だね、綺麗だ。あ、脇は崩れやすいんだって、これ砂丘の。危な。1番だったので1番だと思います。一番人気がこのげんこつハンバーグで、グラムが違っておにぎりハンバーグがあります。でランチはライスまたはパン、ランチスープもついてます。うん、うまい？美味しい。いい味が出てる。よかったね。トマトスープかな。おお、こんな実演してくれるんだ。すごいね。わあ、いい。おめでとうございます。そのままお待ちください。こちらもすいません。片手でもいいのでお待ちください。はい。はい。すいません。すごい。わお。オニオンソースをかけてよろしいですか。はい。じゃあ羽が収まりましたらお召し上がりください。はい。いや、来たね。すげえ。そうだね。やばい、めっちゃうまそう。並んだ甲斐が。あったね。すごい美味しそう。熱々でねえ。ミディアムレアな感じ。見える？ミディアムレアな感じ。あ、本当だね。いい感じだ。ね、じゃあ食べます。はい、どうぞ。手作りハンバーグのデミグラソース。はい。美味しい。美味しい。最高。ケーキだ。ハンバーグっていうか席。うん。柔らか。柔らかい？美味しい。トロな感じ。ね。じゃあ熱い。美味しいね。美味しいね。あ、うまい。全然めちゃくちゃ美味しくない？最高。この牛の食器が可愛い。ね。ねえ、もう本当にミディアムレアな、めちゃくちゃ美味しいハンバーグ。最高だね。最高だわ。あ、シャボン玉あるじゃん。シャボン玉。
タバがめっちゃおしゃれ。お茶したい。現在地がここでスタバがあって、天守閣はこちらにあるみたいです。で、今大河ドラマ館があるみたいですね。どうする家康。すごいいい公園だね。ねえ。おー、ここは浜松城公園。あー、すごい綺麗。お城も映ってる。いや、この公園めちゃくちゃいいな。芝生も綺麗に整備されてて、いや、緑も綺麗だし、おー、ブランコもある。で、公園の裏、城の裏には、おー、おしゃれなスタバ。僕ちゃんが寝たらスタバで一杯いただきたいけど無理かもしれない。ね。これは徳川300年の歴史を刻む出世の城浜松城。2021年1月1日に天守閣が140年ぶりに復元されました。だって復元だね。石垣は本物なんかね。綺麗すぎるよね。この石垣が面影を残す貴重な石垣で、登ったり石を引き抜くことは絶対しないでください。本当だ。忘れとった今。うん。そうか、これが貴重なものなんだね。上はレプリカってこと？ようこそ出世の町浜松。おお、出世できんだ。そうそうそう、出世大名家康君。これがゆるキャラ？ああ、そうだよね。ゆるキャラか。めちゃくちゃ綺麗。リニューアルされただけあってめっちゃ綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗。趣を感じるね。いい感じだ。今度は右から行こうよ。あっち。うんうん。あ、階段か。いや、素敵だね。ほんと。ね、いい城だ。すごいさ、楓が綺麗だね。ほんとだね。緑が。綺麗。とも静岡県はどういうところなのか説明させていただきます。静岡県は、東部、中部、西部3つの区域に分かれる横に長い県です。東部は、下田ですとか、伊豆、そして中部は静岡、そして西部に今私たちが来ている浜松市ございます。わかりやすい。で、静岡県と言いますと、富士山ですとか、あとお茶、すごく穏やかなまったりしたイメージがあると思うんですが、それは結構東部と中部のイメージが強いかなと思います。なるほどね。はい、で西部の地域浜松はどちらかというと愛知に、帰属するような文化圏となっておりますので、結構、テキパキとしたような印象がありますね。そうなんだ。そうなんですよ。はい。うなぎパイファクトリー。面白いね。うなぎパイファクトリーに来ました。すごいね。ね、こちらではうなぎパイの製造過程を見学することができます。で、うなぎパイのね、トラックもあって、これいいね。ここで写真撮影できるわ。ちょっとね、ここで写真撮影できます。はい、それは社会科見学をして確認してみましょう。全国にあるうなぎパイがここでできているのか。空いてていいね。おお、素敵なガーデンが。すげえ。いいね。どうですか、うなぎパイ工場は今回で2回目ということですが、楽しみな点は何かありますか？
うなぎパイの試食とかできるのかな。あ、お土産がもらえるよね、うなぎパイ工場。あ、本当。ただで。ただで。あ、いいね。ここは全部ただなの。見学料も。いいね。で、予約もいらないから、なんで当日行けば、自分たちで見る分にはただだから、すごいね。いいよね。いいね。ほんと最高だよ。食べれるのが楽しみだ。はい。こちら工場見学の記念品でございます。ありがとうございます。受付で。うなぎパイゲットしました。すごいね。これもらえるんだみんな。イエイ。うわ、すごい。何これ。あ、仕込みをやってるって感じか。本当だ、仕上げの過程。面白いね。わあ、すごい。あ、こうやって焼いてる。焼いてるんだ。すごい。いいね。おー。すごいね。なんか機械の技が神がかってるね。どういう基準で選別してんだろう。うなぎパイができるまでね、いろんな工程が、いろんな素材が集まってきて、バターは冷蔵庫、ミキサー混合、すごいね、手順がすごい丁寧に説明されている。うちらが見てるのはここの部分だね。箱ずどうですか、うなぎあー、パイ。すごいね。なんか美味しそうな匂いもするね。うなぎ。ねえ、お腹空いてきた。出てきたね。なんか食べたい。あそこにレストランがあるよ。行ってみようか。空いてる。空いてる。珍しい。いや、わかんない。今までいつもここすっごい混んでて、いや、わかんない。結構前、5年くらい前だけど。チーズ。はい、もう一回いきます。はい、チーズ。うなぎパイには少量のガーリックを入れると味に深みが出るんです。うなぎパイ、夜のお菓子とは家族団らんのひとときに召し上がっていただきたいという意味です。すごいね、これ。今の形になるまでにはうなぎのかば焼きに似せたたくさんの試作品がありました。それでは引き続きうなぎパイコンプレイ楽しんでね。またね。階段の取っ手がうなぎで可愛い。あえてのうなぎサブレとかあるよ。可愛い。なんかうなぎパイ工場だけど、あえての。これ買う？ご両親に。このお得用を買って帰る。本当だ、いいね。いい？うん、一個だけ。これ我々用。我々用。おー、買えたね。よかった。楽しかった。楽しかったね。なんか見どころも多かったね。小腹が空いたな。うなぎパイ食べたい。食べよっか。さっきもらったやつもあったもんね。初めもらったやつ食べよう。入場の時。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をいただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。